倉田さんは勤務先で被爆、一命を取り留めました。当時倉田さんは現在の原爆ドームから東へおよそ170メートルのところへ住んでいました。そうです。もういつもねなんかこうゆったりした感じで、道幅も割にこう当時としたら広かったと思いますし、すぐ裏が練兵場でしたし、もう遊ぶことを私も本当によくもう遊びました。はい。それが私はエヴァの方行ってましたし、妹も船入の方のなんか軍需工場があったんですけど、学徒動員で行ってまして、そこで会いました。はい。そして弟は建物疎開の作業に学校の方から動員されて、肘山橋の方で被爆しました。から弟もなんか恋の方で被爆したらしいんですけど、弟はちょっと学童疎開で五日市の方行ってたんですけど、たまたま母がその前の日に帰ったんですね、私の方へ。から爆弾がこう落ちた時でもなんかオレンジ色の光がね、パーッとこう半円形みたいにね広がったんですよ。だけどその時にはなんかこうもう気持ち的にね、怖いっていうような感じがしましてね、すぐ私その自分たちのいた部屋からねお隣の廊下隔って会議室がありまして、そこへもう駆け込んで、これは隅の方でこううずくまってね、あれでもこう5つぐらい数えた時にもうバーッというような爆風でしょうけどもしまして、その時はもうそこの事務所の窓ガラスとかから外の周りの板塀なんかもね、あっちこっちがもうバラバラになってからもう。この次はもう爆弾が私のとこ落ちたらもう私はもう死ぬんだとその時に思ったんですよ、なんか瞬間的にね。だからもうそんな恐ろしいばっかりでからもうずっとこうおりまして、それからもうこれはどうしようもないな思ってから、夕方までずっとそこでからおったんですけども、ちょうど女の事務員さんのお友達と「ちょっと帰ってみよう」言ってから。じゃあ出てみようかって、本当はもう会社も出たらいけないっていうことになってたんですけども、もうどうしても帰りたくってその2人でから、今の通りにこう出て歩いたんですね。だからもう中へこう入っていくうちにもうそれこそもう形も何にもありゃしないですよ。ただ焼けた跡がねあって、熱くってもうなんかね私がエヴァから工場から出てから河原の方でからねいっぱい怪我した人がねあれでもこう横たわったりしてからねおられました。だけど私早く帰りたいからもうちょっとそれをね見過ごしてね、それからずっとこう行ったんですけどもね、もうその頃にはもう生きている人ってねもう全然見なかったって感じですよ。橋の上でから兵隊さんがね2列の行進で前に寄ったりぐらいとから真ん中に馬に乗った方がおられたらしいんですけど、馬はポーンとこう横倒しに倒れてね、もうパンパンに黒くなってね膨れたこうやって足を伸ばしてました。もうそして後ろにもその重卒がついてたんですけど、その人なんかこう前こう伏せたような感じで亡くなってました。それで、ずっと通ってた中青橋の向こう側の漕いで行く方の電車が一つね1台ちょうどこう停留所がありましてね、その方でちょうどちょっと青橋をね渡り始めたところでね焼けたのがね
中に私そんなに人が入ってたとは思わないんですけど、はい、でもたくさんの人がおったと思うんだけども、はい、それからもうずっとこう下がってもう角が丸安でしたから。その丸安のところを通ってそれから行く時にアメリカのね兵隊さんがねくくられてね針金でこうやって手足をこう足伸ばしてからね死んでたんですよね。だからそんなのを見た人いないってからこの間言われたもんですから、もう私はそれがなんかこう全然もう鉄国のね人がああやってから何にもこう傷なしでねうなだれたような感じでからね死んでるとは思ったんですけどもね、なんかこうパッとこう立ち上がりそうな気がしてね、まあ見たのは見たんですけどもね、早くもうちょっとのことだから大抵大丈夫だと思ってから私のところまで来ましてね、もう全然中の方に入れるようなもう状態じゃなかったんです、暑くって。そしてうちのところを見ても何にももうあるようでもないし、もうそのままこれ早く緑が避難場所になってましたから猿楽町の方の、そちらへ早く行かなくちゃ思って、それからまたそこでねちょっと練兵場の方にもね逃げてるかもわからないと思ってね、電車渡って参道をねずっとこう行ったんですよね。だから原爆落ちてあれでも1週間目ぐらいじゃなかったかと思うんですけど、あそこに骨がね頭の骨があるけ行ってみせお母さんかもわからんよってから知らせに来てもらったもんだから、すぐ行ってからねうちの敷地の中にだから頭蓋骨のねがありましてね、だから手とか足とかも全然何にもないんですよ。頭だけが残ってたんです。そしてなんか内臓のこうよれたような感じのねこう黒いね墨のような感じのものが少しあっただけでね、だけど頭蓋骨は髪が少しこうねやっぱりこびりついてたんです、焼けた髪が。そしてヘアピンをこうねやってたのがねやっぱりこれ母じゃないかね思いましてね、そしてその頭蓋骨の中の脳みそですよね、キーな脳みそがね焼けずに残ってるんですよね。全部じゃなかったんでしょうけどね残ってたもんだから、これは持って帰ってからね焼かなきゃな思いましてね、もう風呂敷包んでねからこう持って帰ってね、それから山でから、焼くところがありますからねあそこへ行って焼いて、それから骨壺みたいな、壺を塩入れるような昔は壺でそれ入れてねもう長いこと持ち歩きました。だから両親が亡くなりまして、はい、だから母はそこの焼けた後から見つかりましたけども頭蓋骨だけが見つかりましたけども、父はちょっとねどちらに行ってたか分かりません。はい、なんかで小さい時はもうなんか楽しい思い出ばっかりみたいな気がします。はい。でよかったんじゃないかね思ってね、あれがあんな本当に小さい時に原爆でからね本当にもう全然もう惨めな境遇になってね過ごしたら大人になってからのねなんか気分の持ち方がねもう違ってたんじゃないか思います。私なんか帰ってからもうそういうようなこういつもこう遊んでもう友達ともいろいろと仲良くして楽しい思い出の方が多いから、その方がこうかえって戦後のいろんなことをした時でも、あの時があったんじゃから頑張らにゃねえいうような気持ちが起きましたから。はい。